月城です。初恋は本の登場人物。本に囲まれていれば幸せだった。夢は作家さんと一緒に抱きしめたくなるような一冊を作ることだったのに。でも心に残る一冊にならない。何かが足りない。なんだ。初恋は本の登場人物。本に囲まれていれば幸せだった。なんで主人公がこんな男好きになるのかわからないんですよね。女たらしだし全然いいところないじゃないですか。恋ってそういうものだと思うんですけど。あとここのラブシーンのことなんですけど、ここ主人公どんな反応すると思いますか？月城さんって26歳ですよね。こういう風に迫られたらなんて言いますか？私と一緒に落ちてとか。月城さん、恋愛したことないんですか？私だってこの年になるまで全くそういうことがないなんて思ってなかった。本以上に夢中になれる人なんていなかった。私にとって恋愛なんてファンタジーの世界の話。月城さん、婚活してるんですか？いや違うよ。あれだよ。ほらさっきのさ、新人作家さんの資料集め。はい。ありがとう。ダメンズが主人公の話だっけ？望月はさ、ダメな女にハマったことある？は？なんだよ急に。やっぱ全然いいところがなくても好きになっちゃうもの？まあ確かに好きな人だったらダメなところも可愛く見えたりするかな。あれだったら昼飯行く？話聞くけど。じゃあ月城さん、編集長呼んでます。ごめん望月。加賀谷先生の担当？そうだ。加賀谷先生って加賀谷作先生ですよね。いろいろあって前の担当が飛んでな。飛んだ？すいません。あ今の連載はあと数回だから受け取るだけ受け取ればいい。並行して次回作についても話しといて。はい。念願の編集部頑張れよ新人。加賀谷作、超人気ミステリー作家。作品の多くが映画化されており、その甘いマスクでメディア出演も多数。好きな作家ランキングでは常に上位にランクイン。今年度長野文学賞候補の一人だ。月城かの子26歳、入社4年目。夢だった文芸編集部配属1ヶ月で加賀谷作先生の担当に任命。これってまさかの大抜擢。ようやくここまで来た。加賀谷先生と一緒に抱きしめたくなるような、そんな一冊を作るんだ。
月城です。加賀谷先生。いらっしゃいま。誰？加賀谷君の担当さん？はい。すみません。加賀谷君、担当さん来てるよ。誰だっけ？緑泉社の月城と申します。本日から先生の担当に。この人たちこんな状況を見られてなんでうろたえないの？何普通に着替えてんの？わかんない。少々わかんない。じゃあ。お疲れ様。はい。あ、はい。お願いします。ありがとうございます。さっきの方は奥様ですか？いや。彼女恋人ですか？積分社の担当の人。担当？おやすみなさい。先生。次回作の打ち合わせについてなんですが。そういうのは大丈夫です。またこちらから連絡します。それだけお願いします。夢は作家さんと一緒に抱きしめたくなるような一冊を作ることだったのに。こんなの編集者の仕事じゃない。誰だっけ？緑泉社の月城です。ああ、アンパン。どうも。アンパンじゃねえし。いただきます。あ、食べます？勤務中ですので。そう。この人テレビで見るより相当感じ悪い。先生、中野文学賞の待ち会なんですけれども、ソロモンズでよろしいでしょうか？待ち会？はい、関係者全員で先生と一緒に受賞の一報を待たせていただく食事会、通称待ち会です。知ってます。すみません。そういうのやんなくていいんだけどな。別にどこでもいいです。承知いたしました。授賞式会場も車ですぐですし。本気で取れると思ってるの？ごちそうさま。先生、次回作についてなんですけれども、私いくつか企画案を。大丈夫です。その辺掃除しといてください。はい。新作の紹介ってこれだけなんだ。なんか複雑。俺らは内容に首を突っ込まず、褒めておだてて先生との良好な関係が崩れないよう言われたことだけをやる。おだてましょう。先生がそれで気持ちよく書けるなら。先生、これ読みました。かっこよかったです。モデルさんみたいで、私の友達も先生。お疲れ様でした。次からお宅で書きません。お帰りください。月城、おーい。嫌われた。余計なことしたんだろ。どう
しよう。電話出てもらえないし、連載もう終わるし、次うちで書いてもらえなかったら私のせいだ。月城後ろ。後ろ？編集長。加賀谷君との打ち合わせ進んでるか？そうですね。打ち合わせ、はい。月城、加賀谷君の作品読んだことあるよな？はい、もちろん全部読んでます。どう思う？安定した面白さがあると思います。幅広い読者層にも支持される読みやすい文体で。月城はどう思うの？確かに面白い。でも確実に部数は落ち始めてる。安定した面白さがある。でも心に残る一冊にならない。何かが足りない。なんだ？書籍化されていない加賀谷作のデビュー作。私が恋を知った物語。月城と申します。こいつ昔ラグビー部。あ、これお願い。私大変じゃ。失礼。最悪。加賀谷先生。新作拝見しました。トリックは先生にしか書けない作品。加賀谷君の担当さん？お久しぶりです。元気？なんとか先生は。関文書の有明です。先日は先生のお宅で。すみません。緑星女の月城です。てっきり奥様かと。あんな人と結婚したら大変ね。そうですよね。すみません。お互い頑張りましょうね。エロい女ね。七瀬君。ほら、シミになるわよ。大丈夫？うん、なんか飲み物とか持ってこようか。大丈夫。私お酒弱いから。うるうるした瞳に濡れた唇、細いのに出るとこ出てるパーフェクトボディ、落ち着いた佇まいに美しい所作。エロい。何あれ、本当に編集者っていうか、さっきからずっと加賀谷先生の隣にいるけど、もしかしていや、彼女だとは言ってなかったか。まさかそのいわゆるそういう接待、そういうの本当にあるの？Imperios de ilusión, hoy no tengo nada si no estás
Mi corazón se apaga. Isabel, si te vas, tu Dios se amará. 月城 No dejes que este amor. どうした？取れるといいな、中野賞。絶対賞を取ると思います先生。楽しみです。間違いないですね。お友達にもまた宣伝しないとね。ちょっと失礼。加賀谷です。はい。わかりました。どうもありがとうございます。残念でした。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。赤文社の女、相変わらず加賀屋の隣べったりだな。緑戦車の担当が女になったのも枕だろどうせ。いいよな、女は寝てれば原稿もらえて。正直加賀谷作ももう限界でしょ。名前だけ。写真集でも出した方が売れるんじゃねえの？あれなら俺が書いてもバレねえよ。限界って誰が？ん？加賀谷先生のことですか？誰？あれ、加賀屋の喜び組の一人。加賀谷先生の担当ですが、何か？そうですよ。はっきり言って先生の今回のこの作品最悪でした。なことは分かってますよ。こちとら先生の作品全部読んでんですから。書籍化されてないデビュー作からあんな美しくて熱い文章初めて見てドキドキして、次はどんな話なんだろうって早く続きが読みたくって発売日まで待ちきれなくってこんな風に思ったの初めてで。でもあれいつからか全然思わなくなりました。凡庸なトリック、お決まりの展開、自己肯定してるだけの甘やかされた登場人物、どっかで聞いたことあるような薄っぺらいセリフの応酬。何これ、何これ、読者バカにしてんの？やる気あんのって。俺たちはそこまでは。加賀谷作は限界。名前だけ？何それ。私は加賀谷先生の名前だけが欲しいんじゃない。加賀谷作にしか描けない人間模様がある。加賀谷作にしか書けないセリフがある。私は先生に気に入られたいんじゃない。おだてて調子に乗らせたいんじゃない。先生と最高の一冊が作りたいんです。加賀谷作の名前に甘んじてるのはあなたたちなんじゃないですか。編集者ならつまんないこと言ってないで面白い本作ること考えたらどうですか。私は絶対に甘やかしませんから。先生、終わった、飛ばされる、下手したらクビだ。いや、消されるかもしれない。先生。言い逃げ？先ほどは本当に。さっきのはそそられた。待って待って、私このまま先生と。緑戦車の担当が女になったのも枕だろきっと。
いいよな。女は寝てれば原稿もらえて。ああいうのって都市伝説的なやつじゃないの？先生。シャワシャワー？ー浴びたら始めよっか。するんでしょ？すみません。本当にすみません。無理です。それだけは無理です。打ち合わせ。なんだと思ったの？ほら、それクリーニング出すから脱いで。こんな香りさせてたら襲いたくなっちゃうからね。からかわれてる。これがスイートルーム。映画みたい。あ、シャツクリーニングに出すって言った？私上がったら何着ればいいの？まさか打ち合わせって本当に打ち合わせじゃなくてそういう意味？待ってよ、私まだちゃんと恋もしたことないのに。あ、先生。よく似合ってる。ここのコンシェルジュはセンスがいい。全然食べれなかっただろ。急ごしらえで悪いけど。どうして？どうして？私あんな失礼なことを。そそられたから。打ち合わせしよっか。小説家ってやっぱり変。次回作についてですが、思い切ってこれまでとは別のジャンルに挑戦するというのはどうでしょうか？例えば？私は先生の恋愛小説が読みたいです。嫌だって言ったら？どうしてですか？僕の18禁が読みたいの？違います違います。私は純粋な恋愛もの。じゃあ君の恋愛の経験聞かせて。ただ書いてほしいだけで何のネタもないってことはないよね。初恋の人は小説家でした。うん。彼の父親は著名な作家でしたが、彼は父親に会ったことがありません。妾の子供だった彼は母親を病気で亡くしてから天涯孤独になってしまった。自暴自棄に暮らしていた彼は彼女と出会って。ちょっと待って。はい。君さ、それ花冷えの時の主人公のこと言ってる？はい。僕のデビュー作だよね。加賀谷作唯一の恋愛小説「花冷えの時」です。僕は君の恋愛の話を聞かせてって言ったんだけど。今回先生の担当になって先生の作品を全て読み返しました。確かに読み応えもあってエンターテインメントとしての完成度も高い。でもどうしてもあの作品を超えていると思えないんです。私はあの作品に出会った時、先生の紡ぐ言葉の一つ一つに先生の怒りや悲しみ、深い絶望、愛への果てしない渇望、先生の全てが宿っていると感じたんです。私はあの作品で主人公の彼に心をわしづかみにされて、かき乱されて、気がついたら夢中になっていました。それが私の初恋です。先生の恋愛描写にはそれだけの力があります。現実には好きな人はいなかったの？いません。何もありませんでした。
ずっと女子校で男の人と関わる機会も少なくて、本以上に夢中になれる人にも出会いませんでした。わからないんです。小説で読んだらあんなにドキドキするのに自分に置き換えられなくて。すみません。こんな話何の役にも立たないですよね。おかしいですよね。26にもなって。何ですか？うん。バカにしてますか？先生。どんな恋がしたい？どんな？目閉じて。目。想像して。どんな恋がしてみたい？先生。物語を作るときに大事なのは想像、そして想像を駆り立てるリビド。どんな恋がしたい？教えて。お互い尊敬し合えて安心できる。つまらないよ。もっと理性が飛ぶような恋をしないと。先生。そういう顔すると男はほっとかないよ。からかってるんですか？もう何なんですか？私は先生と、先生と抱きしめたくなるような一冊を。あ、もしかして月城君お酒ダメだった？先生。はい。先生が私に恋を教えてくれたんですよ。この関係は罰を受けるだろう。そう言うと彼女は強く潤んだ瞳を覗かせ、私と一緒に落ちて初めてのキスは禁忌を犯す背徳感と恍惚に震えていた。文学少女なめんな。おい月城君。え？ちょっと待って。ちょっと待って。ストップ。トイレ。
私は先生の恋愛小説が読みたいです。サクさんの書いた恋愛小説読みたい。俺にはもう恋愛小説書けないんだ。ホテル。Volar, caer al fondo del dolor, soñar, perder imperios de ilusión. Hoy no tengo nada si no estás. 落ち着け、落ち着いて。もし何かあったなら痕跡あらず。セーフ。いや待てよ。人によってはないってこともあったりするとか。いや、ある？ない？10時。やっば会議。おはよう。先生。はい、月城です。申し訳ありません。ただいま向かっております。今タクシーで20分。20分で向かいます。はい、失礼します。